霊界通信小桜姫物語浅野朝風呂著40相模の小野幾と世界にまたがる賊と征伐の戦の旅路にさながら影の形に伴うごとくただの一日として背の君のおそばを離れなかった音立花姫の涙ぐましい犠牲の生活は実にその時を境として始められたのでした。ある年の冬は雪靴を履いて吉備の国から出雲の国への国境の県路を踏み越える。またある年の夏には焼くような火を浴びつつ阿蘇山の奥深くくぐり入りて賊の巣窟を探る。その他言葉に尽くせぬ数々の難儀なこと危険なことに遭われましたそうで、月日の経つとともにその詳しい記憶は次第に薄れてはいっても、その時胸に染み込んだ感じのみは今も魂の底から離れずにいるとの仰せでございました。こんな苦しい道中のことでございますから、お身なりなどもそれは質素なもので、足には藁靴、身には筒袖、さして男子の旅装束と相違していないのでした。なれども姫は最初から心に固く覚悟しておられることとて、ただの一度も愚痴めきたことはお口に出されず、それにお体もか細いながら、至ってお丈夫であったため、一向の足手まといになられるようなことは決してなかったと申すことでございます。かかる関空の旅路のうちにありて、姫の心を支うる何よりの誇りは、ご自分一人がいつも御事のお供と決まっていることのようでした。日本一の日の御子からまたなき者に慈しまれる。そう思うときに姫の心からは一切の不満、一切の苦労が煙のように消えてしまうのでした。当時の習慣でございますから、無論御事のご身辺にはあまたの妃たちが取り巻いておられました。それらの中には立花姫よりもはるかに家柄の高いお方もあり、また器量自慢のそれはあでやかな美女もいないのではないのでした。が、それらはいわば真相を飾る手池の花、御事のおくつろぎになられた折の軽いお相手にはなり得ても、いざ命がけの外のお仕事にかかられる時には、決まりきって立花姫にお声がかかる。これではたとえ死んでも、という考えが立花姫の胸の奥深く刻み込まれたはずでございましょう。だんだん伺ってみると、数限りもないご一代中で最大のご忌難といえば、やはりあの相模の国での焼き討ちだったと申すことでございます。姫はその時の模様だけは割合に詳しく物語られました。あの時ばかりはいかに不運に恵まれた御方でも、今日がご最後かと危ぶまれました。自分は御事のお指図で二人ばかりの友に守られて、とある丘の頂に避けて、御事の御身の上を案じわびておりましたが、そのうち四方から急にメラメラと燃え広がる伸び、やがて見渡す限りは、ただ一面の火の海となってしまいました。檻から激しい早手さえ吹き募って、御事のくぐり入られた草むらの方へと、飛ぶがごとくに押し寄せて行きます。その背後は一帯の深い沢で、どこへも逃げ道はありませぬ。もうほんの一煽りで、すべては身の終わり。そう思うと、私は我を忘れて、丘の上から駆け下りようとしましたが、その瞬間、たちまちゴーッと耳も潰れるようなうなりとともに、今までとは違って、西から東へと向きを変えた一陣の烈風。穴へと思う間もなく、猛火は賊の隠れた反対の草むらへ移ってまいりました。その時たちまち右手に高く、ご秘蔵のご神剣を振りかざし、漆の黒髪を風になびかせながら、部下のつわものどもよりも10歩も先んじて、草むらの中から打って入れられた見事の高き御姿。あの時ばかりは女子の身でありながら、覚えず両手を空に差し上げて声を限りにわーっと叫んでしまいました。後でお伺いすると、あの場合、御事がご難儀を逃れたのは、やはりあのご神剣のおかげだったそうで、燃ゆる火の中で、御事がその御鞘を這われると同時に、
風向きが急に変わったのだと申すことでございます。右のご神剣と申すのは、あれは前年わざわざ伊勢へ参られた時に、おば君から授けられた世にも尊いご神宝で、御事はいつもそれを錦の袋に収めて、ご自身の肌身につけておられました。私などもただ一度しか拝ましていただいたことはございませぬ。これが大体姫のお物語でございます。その際、御事には、火炎の中に立ちながらも、しきりに姫の身の上を暗示わびられたそうで、その際、御事には、そのかたじけないお志は、よほど深く姫の胸に染み込んでいるらしく、こちらの世界に引き移って、もう1000年にも余るというのに、今でも当時を思い出せば、おのずと涙がこぼれると言っておられました。かくまで深いお二人の間でありながら、お子様としては、若武王と呼ばれるお方がただ一人、それも旅から旅へといつもご夫妻がちであったために、ご自分のお手でご養育はできなかったと申すことでございました。つまり、立花姫のご一生は、すべてを背の君に捧げ尽くした、世にも若々しい花の一生なのでございました。